はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。ちょっと前に大容量のポータブル電源欲しいなと思っていろいろ探したらですね、1536ワット時で54000円っていうめちゃくちゃ安い電源見つけたんですね。で、前回まではですね、それに激安のインバーターをつないで 100V のコンセントも使えるようにしてたんですけど、まあただくっつけただけなのでちょっとかっこ悪い。で、ちゃんと持つとこもなかったんで、持ち運びとかすごい不便だったんですね。というわけで、市販の製品のかっこいい外見っぽくして、かつ持ち運びがしやすいような形にしようっていうことやってたんですけども、今回はその続きです。で、前回まではどんなレイアウトにしようかなっていう作戦を立てたり、大きな部品だけ作ったりですね、あとは届かない配線をちょっと延長したり、そういうことをしてました。で、今回は細かい配線、どういう風につながってるのかっていう配線図とかですね、正面のパネルや取っ手の部分、あとは実際に使ってみて本当に製品っぽく使えるのかっていうところと、あとちょっと踏んづけたりしてですね、強度試験してみたいと思います。あと、いきなりこの動画に飛んできたよという方いらっしゃいましたら、ちょっと前の動画から見ていただけると内容が分かりやすいかもしれないです。実用量を測定してみたり、どんな家電が動くのか実験してみたり、いろいろマニアックなことをやってたりします。で、この中で使っているバッテリーとか部品とか、そこら辺はですね、下の概要欄に詳細載せておきますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら参考にしてみてください。さて、最終的にどんなものが完成しますかね。はい、まずはフロントパネルから作っていきたいと思います。で、フロントパネル何かと言いますと、こうやって部品がいろいろはまっているとこですね。で、電源スイッチとか 100V の挿すとことか表示器とか、あと 12V が出ていくとこですね。そういうのがはまってます。で、どんな風になってるのかと言いますと、断面切るとですね、こういうケーキの大きさに穴が開いていて、そこにパコパコはめ込んでいくような形になりますね。で、じゃあこれどんな部品かと言いますと、はい、部品だけ取り出すとこんな感じですね。で、裏ですね、ちょっと押した時にベコッとへこめないように補強が少し入ってます。でですね、これ単なるほとんど板なんでですね、アルミ複合材とかそういうのをくり抜けばできるんですけど、ちょっと切るのめんどくさかったんでですね、今回も 3D プリンターで印刷しちゃいたいと思います。で、このでっかいの1枚いきなり1回じゃ印刷できなかったので、今回もですね、半分にズバッと切って半分ずつ印刷していきたいと思います。でですね、そんな 3D プリンターなんか都合よくないよっていう方はですね、一応ですね、こんな感じで寸法図面引いてます。で、これ正面から見た図ですね。こんな風に部品配置してこれぐらいの大きさで穴開けてますので、もし板とかで作りたいという方いらっしゃいましたら、この寸法参考にしていただけると、おおよそ外れたものができないのかなと思っています。はい、横から見るとこんな感じで、はい、上から見るとこんな感じですかね。はい、では早速 3D プリントしていきたいと思います。で、これですね、3D プリントサービスにお願いすると家まで届けてくれるっていうのがあるみたいなので、このデータアップロードして概要欄にリンク貼っておきたいと思います。ただやっぱり業者のプリントサービスが高いっすね。はい、プリント終わって上下接着剤でくっつけるとこんな感じですね。で、表面ある程度ツルツルしてるんですけど、やっぱり 3D プリンターで表面汚いんでですね、これを貼り付けていきたいと思います。これ100均で買ってきたリメイクシートっていうやつですね。はい、ちょうど縦の長さにちょうどいい感じなので、このまま上に貼っていきたいと思います。はい、これでいい感じにくっつきましたかね。で、これまだいろんなとこ余ってますので、余分なとこを切っていきます。はい、余分なとこ切り取るとこんな感じですね。で、パッと見ですね、なんかちょっと革っぽい感じで、高級車の内張りみたいな感じになってますね。100円のシートにしてはなかなかいい出来栄えですね。はい、じゃあ早速ですね、開けた穴に部品をはめ込んでいきたいと思います。で、これ電源スイッチですね。
これスイッチがオンになると LED が光るっていうちょっと分かりやすいスイッチですね。さて、私の目測が誤ってなければパチンとはまるはずなんですけど、よいしょ。いい感じにフィットしてますね。はい、じゃあ他の部品もちょっとはめてみますかね。はい、じゃあ次はコンセントのとこですね。これをパコッと前からはめればいいんですけど、はまんないっすね。目測よりもちょっとちっちゃくできちゃってるっぽいです。で、こういう時はですね、プラスチックなんでカッターで簡単に削ることできますんで、1ミリぐらい切っときます。というわけで、さっき見せた図面もですね、ちょっとちっちゃくなっちゃってるんで、1ミリぐらい大きくしとくといいかもしれないですね。はい、これぐらい削ればはまりますかね。よいしょっと。いい感じにはまりましたね。はい、隣もはめると、よいしょ。よいしょ。もうちょっとか。はまったはまった。はい、こんな感じで2口コンセントが完成しました。はい、次は 12V のソケットですね。で、これずっと前の実験から使ってるやつで、なんか蓋がついてたりとか、ヒューズが最初からついてるっていう便利なやつですね。で、こいつは最初からプラスチックのネジがついてますので、それを緩めて外してですね、配線を前から通して、後ろからもう一回ネジを締めれば完成です。はい、これで装着できましたね。で、蓋パカッと開けて、ここにですね、12V のソケットを挿して使う感じです。はい、これでフロントパネルの部品は全部はまった感じですかね。次はこの完成したフロントパネルですね、フロントのフレームにドッキングしていきます。で、これ内側からパコッとはめるだけですね。さて、目測が誤ってなければ綺麗にパコッとはまるはずなんですけど、はい、よいしょ。いい感じにはまりましたね。ただですね、これはまったはいいですけど、押すとですね、多分まだ完全に固定されてないので、裏側からちょっとネジを止めていきます。で、使うネジはこれ。はい、タッピングの鍋 M3×8mm の長さのやつですね。これ別にこれ用に買ったわけじゃなくて、家に転がってたやつですね。で、フロントパネルの段差のところに穴開けてますので、このネジをですね、ちょっと斜めからグッと入れ込んで動かないように固定していきます。はい、打ち終わったらこんな感じですね。ネジ自体斜めに入ってるんですけど、穴が固定されていればですね、動かないようになりますんで、これで大丈夫です。では、残った箇所もですね、適当にネジを打っていきたいと思います。はい、ネジ打ち終わるとこんな感じですね。別に全箇所打たなくても要所要所だけ打ってれば全然大丈夫ですね。で、ちょっと前から叩いてみても全然動いたりとかしなくて大丈夫そうですね。これでフロント側完成です。はい、次はリア側なんですけども、これはですね、もう予備でつけようと思ってる 12V のソケットだけなので、普通の板を買ってきてそのままはめ込みたいと思います。で、使うのはですね、今裏返しにしているアルミ複合材ってやつですね。これ普通の丸ノコで切ることできますし、耐久性とか強度とかもあって結構私気に入ってる材料ですね。じゃあこれをですね、定規で切るところ線引いて切っていきたいと思います。はい、切り終わったんでですね、リアの方にはめようと思うんですけども、そうだな、角っこ添えば丸くなってるんで、角を落とさないとこれはまんないですね。ちなみにこのアルミ複合材、表面にアルミがコーティングしてあるっていうだけでですね、中はプラスチックなので、こうやってですね、カッターで何回か傷つければですね、すぐにポキッと折れて簡単に切ることができます。はい、ある程度傷つけたらですね、こうやって曲げるとポキッと、はい、簡単に折ることができます。で、先ほどの丸ノコで切ってましたけど、結構長い距離もですね、こうやってカッターで傷つければ簡単に折ることできますんで、全然丸ノコ使わなくても大丈夫です。じゃあ残りもカットしますかね。はい、四隅カットするとこんな感じですね。
はい、これでぴったりはまるはずですけど、よいしょ、よいしょよいしょ。はい、お、ぴったりはまりましたね。はい、表から見るとこんな感じ。ちょっと光沢もあっていい感じですね。ただこいつこのままだとですね、押すとパコッと取れちゃうので、裏から押さえる部品を作っていきたいと思います。はい、これが出来上がった部品ですね。L 字のやつがちょっと曲がったような、ほんと簡単な部品ですね。これをですね、フロントと同じようにはめて、ネジで適当に固定していきます。はい、出来上がるとこんな感じですね。こうやって表側から叩いてみても押してみても、全然ビクともせずに大丈夫そうですね。はい、じゃあ次はですね、裏側に予備の 12V 用の穴を開けていきます。まずは適当なドリルで下穴を開けておきます。で、ここに通す 12V ソケットの直径が 28.8 ってことなので、29mm ぐらいの穴開ければスポット入りますかね。で、穴をでっかくするのはこのステップドリルっていうグレン・ラガンでよく出てきそうな典型的なドリルですね。はい、穴が開いたらですね、ソケットをカポッとはめていきます。いい感じにスポッとはまりましたね。あとは裏からネジを止めていけば完成ですね。はい、こんな感じでネジ止まりましたんで、これでリア側も完成ですかね。じゃあちょっとですね、試しにはめてみますかね。はい、こんな感じにですね、ちょっとずつちょっとずつ綺麗にはまるように押していくんですけども、あれなんか引っかかって入んねえな。はい、原因分かりました。この 12V のソケットとこのマイナスのシャントですね、これが干渉してるみたいですね。しまった、 3D 上では思いっきり逃げてたんですけど、穴開けるとき適当なとこに穴開けちゃったんで、ちょっと失敗しちゃいましたね。というわけで正しい位置に開け直します。はい、ここら辺が正しい位置ですね。じゃあここにですね、また配線通してちゃんとくっつけたいと思います。はい、次は細かい配線ですね。で、これは動画眺めててもなんか多分よくわかんないと思いますので、ちょっと図で説明したいと思います。はい、で配線の全体図を書くとこんな感じになっていますね。でまずプラスから辿っていくんですけども、プラスからぶっとい線が1本ブヨーンと出て、インバーターのプラスにつながります。でこれはこれだけですね。でその脇からですね、細い線が出ていくんですけども、10A のヒューズを介して、まずはですね 12V 用のスイッチにつながります。でスイッチがオンになるとこっちにこの電気がつながるんですけども、1本はこの低電圧法回路、漢字違ってんな。これ一定以下の電圧、自分が設定した電圧以下になると自動的にここを切ってくれるっていう安全回路ですね。でここを介して出口から出ていって 12V のシガーソケットに出ていきます。でこれ分岐してるもう1本ですね。もう1本はですね、こう辿っていくと電力量計のプラスのところにつながっています。でプラスはこれで全部ですね。で次マイナスなんですけども、マイナスはバッテリーから出ていくとすぐにこのシャントっていうやつにつながります。でこれ何かと言いますと、電力を測定するための部品みたいなもんですね。でこの入り口側にバッテリーをつなげて、出口側から出てきたものがインバーターのマイナスにつながります。でそれと一緒にですね 12V の方にも電気分けないといけないので、 12V から出ていってこの低電圧保護回路のマイナスにつながって、でこの 12V のところにマイナスが出ていくような形になってますね。で他にもいろいろつながってるのは、ここはですねこの 12V 用のスイッチ、 LED がピカって光るんですけど、それ光らせるためにマイナスがないのでここにマイナスつなぎます。でこっち側に出ていってるのは電力量計のマイナスで、このブルーのラインとイエローのラインが見慣れないものなんですけど、この2つですね、これでなんかあーだこーだして電力を測るみたいなので、入り口側にブルーの線を、出口側に黄色の線をつなぐと電力量計が正しく測定できるようになります。でこんな感じでですね、これから接続していきたいと思います。
でこの後ろの細い配線を前に引っ張っていかないといけないんですけども、さすがにむき出しのままだとかっこ悪いのと、なんかちょっと危ないんでですね、ケースに入れていきたいと思います。で使うのはこれ、電気工事コーナーに1本150円ぐらいで売っている配線を中に通すっていうケースですね。でこれ最初から両面テープついてますので、そのままここにペタッと貼り付けます。で貼り付けたらですね、これ上ちょっとスライドさせると上の部分だけパカッと外れるようになってます。でここにですね溝ができていて、この中に配線を通していって蓋をすると配線を隠すことができるようになります。はい、じゃあちょっと入れてってみますかね。はい、こうやって上から蓋を押さえてパチンとはめてあげれば、これで完成ですね。次は逆サイドなんですけど、こっち側ですね、プラスの配線をインバーターとバッテリーのプラスでつないでいきます。でこっちも同じようにですね、配線カバーを両面テープでこっち側に貼り付けて、中にこのぶっとい線2本通していきます。はい、これでいい感じでつきましたね。でちなみに反対側はこんな風になっていて、両方ですね配線が隠れるような形になっています。はい、じゃあ次はですねフロント側をいじっていきたいと思います。で今ここに映ってるのがですね、低電圧保護安全回路ですね。こんな風にネジで配線を止めれるようになってます。でこれ一応ですねブザーもついてるんですけど、ちょっとうるさかったんで緑のテープ貼って少し静かにさせてます。でおそらくこのブルーの部分にリレーが入っていて、ここでですね切ったりつけたりを切り替えてるみたいです。はい、ちなみに低電圧保護の基板ですけども、どこに入っているのかと言いますと、この前側ですね、前側の天井にですねこうやってネジ止めできるようなスペースを作っています。ここにですねネジ止めしとけば、まあ多少水かかってもですねこいつには直接かからないので、まあちょっとは安全になるかなっていう感じですね。はい、ちなみに実際取り付けるとこんな感じですね。ちょっと 3D と右と左逆ですけど、これどっちでもつけれるようになってます。はい、でこのままだとですねちょっと配線がバラバラしてちょっとみっともないんでですね、ちょっと綺麗にまとめたいと思います。はい、まとめ終わるとこんな感じですね。で配線って勝手に遊ばせとくとですね、なんかシャカシャカ音がしたりとか、それで擦れてショートしたりとか危ないんでですね、必要最低限の遊びだけ残してこうやってまとめておくことをお勧めします。はい、次は持ち手を作るためのアルミのパイプですね。でサイズが直径 20mm で厚みが 1.5mm のアルミです。でいろいろ強度計算してみたんですけど、これぐらいのサイズがあれば強度的に問題なさそうです。でこれをですねこのパイプカッターで切っていきます。はい、回してると、はい、こんな感じでですねスパッと切ることができます。で切り口こんな感じになってるんですけど、100均で買ってきたパイプカッターにしてはちゃんと綺麗に切れてる気がしますね。それではこの調子でもう1本用意します。はい、これで長いの短いの2本のパイプが準備できました。でどんな風に取り付けるのかと言いますと、これ使います。これも 3D プリンターで作った取っ手をはめるための部品ですね。これの行き止まりになってる方の穴に短いパイプをはめて、貫通穴になっている方に長いパイプを通します。はい、でこの部品連結したらですねこんな風になんかちょっと持ち手っぽくなってきて、でこの長いパイプをですね前と後ろの部品に差し込むことで引っ掛けて持ち上げるような形にしたいと思います。でこれちょっと一工夫加えるんですけど、これ使います。はい、これオーリングっていうゴムの輪っかですね。でこれどこに使うのかと言いますと、取っ手の根元のパイプにですねこのゴムはめておきます。でこれ何のためにはめるかは、後からですねちょっと説明したいと思います。でちょうどいい太さのが見つかったらですねこういう風にギュッと根元まではめておきます。で反対側にもですね同じ太さのやつをこうやって通しておきます。はい、次はいよいよ全体の組み立てですね。でさっき組み立てた取っ手の部品をこうやって後ろの部品に差し込んで、で前の部品をですねパイプの前の方に差し込んで蓋をするような形に閉じていきます。はい、これではまったんですけども、このままだとですね何かの衝撃で抜けちゃうので、この上に開いてる穴にネジを留めていきます。
で、使うネジはこれタッピングトラス M4×12 ですね。これをですねパイプに対して下穴を開けてネジを留めていきます。はい、これでネジで固定されたので、ちょっと外しといた表示器を取り付けていきます。はい、これでフロントが完成ですね。はい、次はリア側閉じるんですけど、ちょっとですね金属がむき出しになっているところが危ないので保護していきたいと思います。で、使うのはこれ F コテープ2号っていうやつなんですけど、これ自己癒着性絶縁テープって言って、普通のビニールテープみたいにネバネバしたのがついてなくて、この素材同士がですねギュッと押し付けると癒着するっていうちょっと面白いテープですね。じゃあこれをですねぐるぐる巻いていきたいと思います。はい、これでいい感じに絶縁されてきましたね。はい、あとはですね連結部の隙間がちょっと気になりますので、これ100均で買ってきた防水テープを貼ってですねなんとなく密閉しておきたいと思います。はい、で前と後ろのケース付け終わったら、最後はこの取っ手の部分ですね。でちょうどこの取っ手の持つ部分がですねまだくる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 回っちゃうんでですね、ここをネジ止めしていきます。はい、これで取っ手が完璧に固定されてくるくる回らなくなりましたね。これで全ての部品がついて完成しました。はい、じゃあ完成したポータブル電源見ていきたいと思います。でまず正面ですね、こんな感じにコンセント挿すところとかがあって、このブルーのスイッチを押すと 12V の方の電源が入ります。一緒に電力量計の表示もオンになります。でこの赤いスイッチを押すとですね 100V の方の出力がオンになります。でこれ表示見て分かるように 100V オンにするとですね待機電力そこそこ食うので、 100V 使わないときはオフにしておいた方がいいです。で下の開口部はですね、これもともとバッテリーについてた USB と充電器のポートですね、あと電源スイッチ、これがですね押せるような形になってます。ちなみにここにバッテリーのですね電圧が出るようになってるんですけど、若干精度悪いです。はい、で全体を見てみると、横から見るとですねこんな感じになっていて、後ろから前に引っ張っている配線とか全部きれいに隠れているので見えない感じになってますね。あとコーションプレートとかも見えるようになってます。で背面なんですけど、この右側に見えているやつが 12V のシガーソケットですね。こういう風にパカッと開けると後ろからも 12V が取れるような構造になってます。で左側の穴ですね、これ間違って開けちゃったやつなんでみっともないんですけどね、今度なんかで塞いどきたいと思います。はい、でさらに反対方向を向けるとですね、ここにですねバッテリーの銘柄みたいなのが書いてあって、でこのケースの側面の穴から空気を流すような形状になっています。ちなみに底面なんですけども、こんな風になってて、もともとバッテリー自体がですね底面結構綺麗な形なので、むき出しになってもですね全然違和感ない感じですね。ちなみにこいつ通風口が側面についているので、こんな風にですね起立させた状態で使ったとしてもちゃんと脇から風が流れるような構造になってます。ちょっとこんな使い方する人いないかもしれないですけど、こんな使い方をしてもですね大丈夫ですよっていう構造になってます。あとですね、これもやる人いないかもしれないですけど、今度横に平べったく寝せた状態ですね。でちなみにこの状態でも使って大丈夫です。というのもですね、この通風口左右両方に穴が開いているので、どっちか片一方が潰れてたとしても上になった面にですね穴が開いているのでちゃんと風が通ります。とはいえ普通に縦で使った方が全然いいですね。じゃあこの形になってどれだけ使いやすくなったかと言いますと、この取っ手を起こしてですね片手で持っても完全に持てますね。でちょっと激しめに上げたり下げたりしてみても、全然びくともしないような強度ですね。ただこいつ片手で持ってると腰悪くなりそうなんで、こうやって両手で持ち上げて体にくっつけて歩いた方がなんか腰には優しそうですね。でもしっかりした取っ手があるだけでこんなに扱いやすくなるもんですね。意外にこいつ重いんですけど、持ち手が太くてしっかりしてるんで、なんか全然重さの割には持ちやすい感じですね。
はい。で、これ持ちやすさのもう一個のポイントとしてはですね、この取っ手がですね、立てるとその場でちゃんと止まるっていうところですね。で、たまにこれがですね、ロックされずに、立てた瞬間にパタンと倒れて、持とうとした時にイラッとするやつ多いんですよね。で、じゃあなんでこれピタッと止まるかと言いますと、はい、取っ手を組み立てる時に仕込んでおいたこのオーリングですね。こいつが取っ手と本体との間に摩擦を起こしてブレーキになって上に立ってもちゃんと止まるようになってます。無駄にいっぱいオーリング家にあるんですけど、何かとこれ持ってると便利ですね。あと取っ手が倒れることで上面がですねある程度フラットになります。で、大体車に荷物積む時この重いバッテリーって下の方に置いて上に物を置きたくなっちゃうんですよね。で、こんな風にこれ冷蔵庫ですけど上に置いてもまあなんとなく置けるっちゃ置けるんですよね。ただまあ安定悪いんで本当に乗せようと思ったらこうやって横にして平らにして上に乗せた方が上の荷物は乗りやすいかもしれないですね。はい、当たり前ですけど寝せると上に非常によく荷物が乗りますね。はい、じゃああとは問題はですね、ちゃんと電気が通って物が動かせるのかってとこですね。で、もう冷蔵庫近くにあるんでこの冷蔵庫をですね 12V のソケットに挿して動かしてみたいと思います。はい、これで電源が入りましたかね。で、表示を見てみると、40W ぐらい出力されているのでちゃんと冷蔵庫動いてる感じですね。はい、40W 程度の冷蔵庫が動いて喜んでもしょうがないんでですね、ここはやっぱり結構電流が流れるエアコンをつないでみたいと思います。はい、まずは延長コードにケーブルを挿して、一応本体に 100V 用の電力量計を取り付けておきます。で、これに先ほどの延長ケーブルを差し込んで、はい、これでエアコンのスイッチオンにしています。で、ちょっとエアコンの反応鈍いんでですね、マックスまで温度を上げて暖房かけてみたいと思います。29度ですね。はい、ちょっとずつ消費電力が上がってきましたかね。じゃあこのままちょっと早送りで見てみたいと思います。だいたい6分ぐらい経ちましたかね。で、今 100W の方で 700W ぐらいでメインの方で 800W ぐらい使ってるのでもう完全にフル稼働している状態ですね。エアコンからもちゃんとあったかい風が出てきてますね。はい、で電源本体の通風口もちゃんと風が通っているようで問題なさそうですね。で、家庭用エアコンが動かせれば問題ないと思いますので、これで完全に完成でちゃんと動きも確認できたって感じですね。はい、じゃあいろいろ実験終わったんでコンセント抜いておきたいと思います。はい、よいしょっと。お、硬い。あれちょっとコンセントのロックが甘かったみたいですね。ちょっと後ろからなんかで固定するかもうちょっときつめに設計した方が良さそうですね。じゃあ次はですね、ちょっと強度試験してみたいと思います。まずはちょっとこういう風に電源入れっぱなしにしてですね、で、ちょっと私がいつも思いつく強度試験って言ったらですね、とりあえず75キロの男が上に乗っかるっていう試験方法ですね。じゃあですね、一番弱そうな端っこのプラスチックの上に乗ってみたいと思います。よいしょ。怖いな。乗れた乗れた。なんか乗った感じ全然へこんだりともせず大丈夫そうですね。はい。こうやって屈伸とかしても全然平気そうですね。こんだけ頑丈だったらですね、上になんかいろんなものを積み上げて乗せたとしても全然壊れたりしなさそうで大丈夫そうですね。はい、フロントの表示もですね特におかしくなってないので、中で線が切れたりとかそんなことも起こってないみたいですね。これ今見て思ったんですけど、これ椅子にめちゃくちゃちょうどいいですね。高さ的にも大きさ的にもちょうどお尻が乗る大きさなんでですね、なんかこの上にクッションでも引いて座ってると非常に良さそうな感じですね。はい、でいろいろ実験してみたんですけど、じゃあ実際にキャンプに持って行って使ったらどうなのかっていうことでですね、ちょっとキャンプに行ってきました。で、普通はガスコンロとか、焚き火とか使って料理したりするんですけど、せっかくですね大容量ポータブル電源あったんでオール電化ということで電気で全部やってみたいと思います。で、調理以外にも大容量電源いろいろ使えそうなんでいろいろチャレンジしてみたいんですけど、ちょっと時間が怪しいな。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一のコロサイになりますのでぜひよろしくお願いします。
あとインスタ、ツイッターもやってますので、もしよかったらそちらの方も覗いてみてください。それでは、ゴッツチャンネル GT ワークでした。